接着芯を貼ることができたら、周りのところに1センチ縫い代を取って生地をカットしていきます。内布もこれに合わせてカットをしておきます。表生地に先にタグをつけておきます。だいたい上から9センチ程度開けてもらって、この位置につけておくとちょうどよくなります。次は内ポケットを作っていきます。返し口を開けて1センチで縫っていきます。角を落として裏返して返し口のこのラインだけを縫っていきます。それぞれに中心を測ってもらって、ポケットをつける位置は上から9センチです。この部分を縫っていきます。好みで中心も縫ってください。ここでファスナーの取り付けをします。今回も長いファスナーを使っていきます。幅広タイプなので使いやすいとは思うんですけれども、絶対これをね、長めに残しておくというのだけ覚えておいてください。ファスナーの頭が邪魔にならないところに避けておいて、表生地にファスナーの表を重ねて中表に合わせます。このまま内側の生地を重ね合わせます。タグをつけた側にポケットが来ないように、ポケットをつけていない側を先に合わせていきます。反対側にもつけていきます。一旦表を向けていきます。ファスナーの頭をずらしておいて、ステッチが出てきたらファスナーを中間まで移動してもらって、こちらの開いてしまう方、開いてしまう方はですね、軽く縫い留めておきます。ファスナーのこの部分は生地に合わせたラインでカットをします。持ち手のところをファスナーの上のラインにこの向きに置いてください。仮縫いをして留めておきます。長い方は輪にはしないで片方だけにしてこの部分を留めておきます。長い方の紐はちょっと邪魔になるのでまとめておきます。ここからはもう一度裏を向けていきます。表生地と内生地に分けてもらって、両サイドのところを1センチで縫っていきます。内側の生地には
割と大きめにですね、返し口の方を開けておきます。片側はすべて縫ってください。返し口だけを開けて縫ってきたら、まずはこの4箇所のまちの部分を縫っていきます。まちはもういつも通りしっかりと開いてもらって、ここは1センチの縫い代で縫ってください。ここのポイントになるところはですね、上の小さなまちのところです。ここもしっかりとそれぞれに生地を開いてもらうと、ファスナーを真ん中にして内側の生地と表の生地とがマチになるようになっています。この状態で全て重ね合わせてこの部分を縫っていきます。返し口から裏返していきます。裏返したらまずは返し口のところを閉じておきます。裏返して中に入れてもらったら、最後にこちらの取り付けをしていきます。表になる側に真ん中に布が出るようにしてまずは通しておきます。ねじれないようにここに通してもらって、真ん中のここですね、この場所にこちら側から先に入れてください。このような状態ですね。今これがこちら側から入ってきて、この輪の中でもう一度折り込んで、こちらの逆から出してきます。この状態でこの部分を縫っていきます。ミシンで縫ってしまいそうでしたら、端の部分は折り込んでこのように縫っていきます。どうしてもちょっと厚地が縫えない場合はペタンとしたままで縫ってもらって、ほつれ止めなんかを縫っておくと大丈夫です。